皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年7月26日に札幌ファクトリーホールで開催されましたバンドメイドツアー2025の10公演目セカンドラウンド2日目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。さいちゃんと小畑さんから次回熊本までネタバレ NG の指示があったのと、そもそもお給仕の間隔が短くて動画作成時間が確保できないこともあって、このレポートは熊本のお給仕後にアップする形になると思います。それと今回はお給仕以外にも嬉しいことがたくさんありましたので、また長い動画になってしまうと思います。あしからずです。ということで、前置きはこれくらいにしてレポートさせていただきます。前回の豊洲ピットで始まったセカンドラウンドは驚きと感動の幕開けとなったわけですが、今回のお給仕で改めてじっくり味わわせてもらおうと思いました。What is Justice も前回の豊洲ピットでは驚きの方が強かったので、今回は MV とか音源で十分に予習し、歌詞も頭に叩き込んでの帰宅となりますので、思いっきり味わいたいと思います。ギリギリでしたが、札幌もソールドアウトしたという情報が入ってきまして、嬉しいというとおこがましいですが、札幌も盛り上がりそうで楽しみです。今回は北海道と遠いこともあり前日移動にしまして、金曜日に休みを取っていつものピーチで関西国際空港から新千歳空港に向かいます。夕方に新千歳空港に着きまして、札幌駅近くに取ったホテルにチェックインします。それで札幌に兄が住んでいるので、久しぶりに一緒に飲みまして、ホテルに戻って翌日のお給仕に備えます。それでいよいよお給仕当日となりまして、まず昼食はホテル近くのピカンティというスープカレー屋さんの評価が高かったので行ってみたら、行列ができていて並んだのに休みということが発覚して20分ほどロスしました。それでネットで検索して、少し先にあるテレビ塔の地下2階にある麺屋開港というラーメン屋さんでホエー豚味噌ラーメンをいただきました。やっぱり札幌のラーメンは美味しかったです。昼食を済ませて一旦ホテルに戻って、いよいよ会場に向かいます。札幌ファクトリーホールは私的には初のライブハウスです。後でわかるのですが、ドリンク代が必要でしたのでホールとなっていますがライブハウスですね。雨は降っていなかったですが、さいちゃんの機嫌が良さそうな感じの空模様です。会場に着くとすでに50人くらいの物販待ち行列ができていましたので、そのまま並びます。インスタに上がっていたご当地 BB シャツは想定通りのスカイブルーでした。ホールからリハーサルの音が燃え聞こえてくるのですが、さいちゃんの調子が良さそうだなとか思ってたら雨が降り始めました。さすがです。何がさすがなのか分かりませんが、30分ぐらい並んで雨の中なんとか物販ブースにたどり着きましたので、ご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果は全員サイン入りポストカード当たりました。他はいつも通りな感じです。当たりと言っていいでしょう。ホテルが近くなので戦利品をホテルに置いて、ご当地 BB シャツに着替えて再度会場へ向かいます。これもさいちゃんあるあるですが、雨は止んでました。物販の時は雨が降って会場直前は止むというパターンですね。なおめめさんのポストを見逃していて集合写真に間に合いませんでした。残念。それで会場に着くとすでに番号ごとの列ができています。札幌ファクトリーホールのキャパは1000人ということで、建物の裏にまで列ができています。今回の私のチケットは A235 番といつもの良くも悪くもない感じでして、第2ブロックの真ん中あたりに並びますが、スタッフの方の誘導の声が大きくて分かりやすかったですね。それでいよいよ会場時刻となり、ドリンク代を払ってフロアに入ります。ステージ幅は結構広くて30人くらい、高さは低めでしたね。すでに10列くらい埋まっていましたので、ど真ん中やや上手寄りの10列目くらいに千鳥りました。言えばあーちゃん前です。この辺りはメンバー全員が見渡せる感じなので、私的にはありです。バックドロップはリボンのマークに戻っていました。それで17時半の帝国ぴったりに BGM が止んで、フロアの照明が落とされて大声援と手拍子がフロアに響きます。SE が流れてきて、歓声と手拍子がさらに大きくなって、いつも通り下手からあーちゃんを先頭にミンチョ、ミサさん、小本さん、サイちゃんがステージに入ってきて、フロアからさらに大歓声が上がります。メイドさんたちが配置について SE が止んで、フロアは一瞬静かになってお給仕の開始を待つフロアの期待がマックスになります。1曲目はやっぱり全でスタートしました。サイちゃんの歌とミンチョのアルペジオがフロアに響きます。静かに聴いていたフロアはイントロで爆発して動いでのチャントになります。サイちゃんと小畑さんが思いっきり前に出てきてくれます。A メロは踊りながら B メロは手拍子しながら楽しみます。やっぱりこの B メロの時のミサさんのベースラインは好きすぎます。それで真正面にいるあーちゃんのサビ前の大好きなドラムフィルを堪能してサビです。思いっきり手を振り上げながら盛り上がりますが、私の前にいたご主人様がずっと両手を上げて盛り上がっているので、こっちも楽しくなりました。それで感想に入ってちゃんとになりますが、小畑さんがうーうー歌ってる時の顔がめちゃくちゃ可愛かったです。
それで2メロ冒頭のあーちゃんの激しいドラムフィルを目と耳で楽しんで B メロの手拍子から2サビに入ります。前のご主人様だけでなく私の周りの方のノリもすごく良かったので2サビも思いっきり盛り上がってサイちゃんのロングトーンからの落ちメロになってミンチョのギターソロです。ミンチョは上手でスポットライトを浴びてのソロでした。フロアはちゃんとで盛り上がります。それでラスサビはあーちゃんを筆頭に激しくなる演奏とサイちゃんのボーカル、小本さんのコーラスを堪能してアウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりとなってフロアから大歓声と拍手が沸き起こります。続く2曲目はアンリッシュでした。トヨスピットと同じパターンですね。サイちゃんのボーカルからイントロになってミサさんが下手お立ち台、ミンチョが上手お立ち台、サイちゃんと小本さんが真ん中のお立ち台ということで全員がステージ前方に出てきてくれます。あーちゃん含め全員がバッチリ見える状態で思いっきりちゃんとで盛り上がります。それで A メロ B メロを踊りながら聴いてサビで思いっきり手を振り上げて盛り上がってだんだん叫びますが相変わらず周りも盛り上がっているので気持ちいいです。それで感想でサイちゃんが煽ってくるので思いっきりちゃんとしてあーちゃんの気持ちいいドラムフィルを堪能して2メロに入ります。2サビ後半のヘドバンするところから C メロに入るところの構成は今更ながらよく考えられた構成だと感心します。フロアも手拍子で盛り上がります。それでサイちゃんの Now We Go からミンチョのギターソロです。やっぱりミンチョは真ん中の立ち台でソロを弾いてくれましたので正面からミンチョのソロを味わいました。フロアは思いっきりちゃんとしながらだんだんディだんだんも忘れずに叫びます。ここからラスサビに入る展開もスピード感があって大好きなところです。それでラスサビ後半で思いっきりヘドバンしてアウトロになってお立ち台のサイちゃんに煽られながら全力でちゃんとして最後のだんだんディだんだんを叫んで曲終わりになります。大歓声の中に北海道ということで知る人ぞ知るあの名物お名士様の声が響き渡ってました。大歓声と拍手の中ミンチョのあのリフが流れてきます。3曲目はドミネーションです。サイちゃんの雄たけびは行くぞーでしたね。イントロになってみんなステージの前に出てきてサイちゃんも小畑さんもお立ち台から思いっきり煽ってきますのでフロアは当然思いっきりのチャントになります。それで A メロに入ってサイちゃんのダンスしながらのボーカルを踊りながら楽しんで宣告せよでみんな思いっきり指を立てた手を上げてサビに入ります。サイちゃんのせいに応えるハローハローのコール&レスポンスでフロアは最高潮に盛り上がります。それでミンチョのソロみたいな感想で思いっきりちゃんとして2メロに入ります。2メロの時はサイちゃんが歌う後ろで他のメンバーが遊ぶ感じになるのですが一瞬ミンチョが見当たらなくてよく見たらミンチョはあーちゃんの後ろに行ってギター弾いてましたね。余裕です。でミサさん小本さんがあーちゃんの前にいる感じでした。それでみんなが元の配置に戻って2サビに入ってフロアはまたハローハローのコール&レスポンスに盛り上がってその前の重厚な感じのブリッジに入ります。この200ごとのシャントは気持ちいいです。それでミンチョが真ん中の立ち台で短いギターソロです。ここは手を振り回しながら歓声が上がる感じですね。それで落ちメロになって宣告せよからラスサビに入ります。ラストサビ終わりで D メロみたいなところになりますが思いっきり踊ったり叫んだりした状態での興奮状態のままサイちゃんの歌に聴き入るのが気持ちいいんですよね。それで最後はサイちゃんと一緒にハローハロー叫んでアウトロです。サイちゃんは立ち台で思いっきりアウトきますのでフロアからのちゃんとも力が入ります。曲終わりでサイちゃんの満足そうなありがとうももらえました。吹き鳴らしが終わって大歓声が響き渡ります。ここで最初の MC になります。小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたぽー北海道ぽーで大歓声が上がります。続けて小畑さんのたくさんのご主人様お嬢様ご帰宅ありがとうございますぽー皆様はこの暑さでお分かりかと思いますが本日ソールドアウトありがとうございますぽーでまた大歓声となります。この時にサイちゃんが後ろを向いていたのですが髪がめちゃくちゃ綺麗だったのが印象的でした。あと小畑さんが久しぶりに北海道に帰ってこれたとかすごく暑いですがこの後もっともっとすごいセットリストになってますのでみたいに言って会場から期待の歓声が上がったりしたのですがなんかスタッフさんがサイちゃんのところに行って何かしていた時にマイクが拾ってしまったような感じでスピーカーから男性の声が流れます。どうもいつもの天の声が表に出てしまったらしく小畑さんもサイちゃんも驚いて笑ってしまいます。でサイちゃんも小畑さんもレアだみたいになってミンチョが天の声のことをこの声でちょっと MC が長いとか言ってくれるみたいに説明してくれます。小畑さんも言ってくれるっぽーみたいに言ってもうメディアさんたちはみんな受けてしまって騒然とします。確かに天の声を聞けるなんていうのは普通ありえないのでめちゃくちゃレアです。
小本さんも皆様相当レアだっぽー、12年間やってきて天の声さんが外に出たのは初めてだっぽーみたいに言ってくれます。さえちゃんもめちゃくちゃ受けてました。それで小本さんも興奮した感じで、今日は最高の日になることは間違いないですっぽーみたいに言って、いつもの皆様楽しむ準備はできてますかっぽーに大声援で答えて、最高の夜にしましょうっぽー、ようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声が上がる中、次のセクションに入ります。MC 明けの4曲目はプロテクト U でした。今回はバッチリ準備できてましたので、最初からうららららららのシンガロングが入れました。フロアも天の声を聞けたからか思いっきり盛り上がります。それで1メロに入って踊りながらさえちゃんの歌と楽器隊の演奏を楽しんで、1メロの時だけにあるサビ前の英語の歌詞のところになりますが、私的にはここがめちゃくちゃ好きなんですよね。それでこれも大好きなミンチョのサビ前のギターフレーズがあってサビに入ります。なんかさえちゃんの調子がめちゃくちゃいいように感じました。目の前で歌うさえちゃんに見とれながら手を振り上げて盛り上がります。それですぐに2メロになりますが、やっぱりここのリフも大好きなところです。リフに合わせて手を振り上げながら盛り上がって B メロで手拍子になりますが、ここって MV に影響されたのか、なんか透明のエレベーターで上昇していってるような感じになります。私的にそういう感覚になるというわけですが、それで目の前のあーちゃんのフロアタムのフレーズを見て聞いて2サビに入ります。サビ中の味わい深いミンチョのリフとミサさんのベースも楽しんで、サビ終わりでミンチョが上手を立ち台でスポットライトを浴びてギターソロです。もう私的にはミンチョのギターに陶酔するような感じになって、ちゃんともう上の空みたいな感じになります。そこからの C メロは手拍子で我に返った感じになって、ミサさんのシンプルだけど味わい深いベースを楽しんでラスサビに入ります。サビ後に来るアウトロを意識しながらサビで盛り上がって、アウトロで準備万端でうーらららららら叫んで、最後のサイちゃんだけのうーららららららは真ん中の立ち台でスポットライトを浴びるサイちゃんを拝み見る感じで黙って見て聞いて、曲終わりの書き鳴らしになって大歓声と拍手が沸き起こります。歓声が落ち着いて少し静かになった会場に5曲目となるフォービドンテールのサイちゃんのボーカルとミンチョのアルペジオが響いてきます。今回はスポットライトではなく下から弱く照らす感じの照明で、サイちゃんだけがオレンジ色みたいな照明が当たってました。これもなんか幻想的な感じで、フォービドンテールの冒頭にはぴったりな感じでした。あーちゃんのスネアロールとミサさんの心地よいベースラインと小本さんのアルペジオもバッチリ見て聞いて、あーちゃんのドラムフィルからサビに入ります。フロアは待ってましたという感じで思いっきり手を振り上げながら盛り上がります。小本さんがステージの前の方に来てくれてましたが、この日は小本さんずっと前にいてくれたように思います。それで感想に入ってちゃんとで盛り上がって2メロに入ります。2メロ冒頭の春の中2人出会った日の空はという歌詞と、ここから軽快な感じになる演奏がバッチリ合っていて、なんか晴れやかで穏やかな青空をイメージしてしまいます。続くジャシーな感じのところは一転して、メイドさんたちの演奏技術とサイちゃんのボーカル力に圧倒されます。そこから大好きなミンチョとミサさんの下がっていくフレーズがあってサビに入って、また手を振り上げて盛り上がります。サビ終わりでの歓声もバッチリ声出てました。そこからはもう何メロというのはない感じで、ヘドバンしたり手をかざしたりしてこの壮大な曲を楽しみます。それでサイちゃんの壮大な感じの Nobody can stop us でクライマックスになって Go on からのラッサビです。この流れは本当に気持ちいいです。思いっきり手を振り上げて盛り上がりますが、ラッサビに続く最後のパートになって、ここは手を掲げながらサイちゃんの全力のボーカルに聞き入って、最後のアウトロで待ち構えていたようにフロアを思いっきりちゃんとして曲終わりになります。この曲は書き鳴らしなしでピタッと終わりますので、曲終わりと同時に大歓声と拍手が沸き起こります。ここでミサさんが下手を立ち台に立ってスポットライトを浴びながらクールな感じでベースを弾き始めます。ベイドラセッションですね。今回は全員を見渡せる位置でしたので、ここでサイちゃん、小本さん、ミンチョが水分補給しているところが見れました。あーちゃんにもスポットライトが当たってゆっくりとドラムが入ってきます。このベイドラセッションは私的に本当に大好きです。若い頃ハードロックを聴きまくっていた時にもベースとドラムが大好きだったので、このセッションは本当に私得なセッションです。演奏が激しくなってくるところでは小本さんが後ろで踊ったりしてましたね。最後はやっぱり小本さんがピックを持った手を振り上げて煽ってきますので、フロアはちゃんとで盛り上がる感じになって小本さんがそのまま前に出てきます。セッション終わりでミサさんのベースの残音が響いて大歓声が沸き起こる中、前に出てきた小本さんの強烈なシャウトで6曲目となるトワヤモアが始まります。イントロに入ってシンガロングがフロアに響き渡ります。サイちゃんも真ん中の立ち台に乗ってきて歌い始めます。A メロ B メロを気持ちよく踊りながら見て聴いてサビに入ります。サビではヘドバンしたりシンガロングしたりしてトワヤモアのダークな世界観を味わいます。
間奏でのミンチョのヘビーなリフから2メロに入って B メロでは弾む感じで踊って2サビに突入します。当然ここでもヘドバンしてるともうなんか気持ちいいって感じになります。2サビ終わりでそのままミンチョのギターソロになります。ミンチョは上手のお立ち台でスポットライトを浴びながらヘビーでダークなソロを弾いてくれます。それで短い C メロみたいなところがあってラッサビに入るところの小畑さんのバックボーカルも私的に好きなところです。それでラッサビはやっぱり冒頭のあーちゃんの激しいドラムフレーズが最高に盛り上がりますし、サイちゃんのボーカルに被せるような小畑さんのシャウトとバックボーカルもこの曲の見どころであり聴きどころだと思って堪能します。ミンチョが低い姿勢でめちゃくちゃ踊りながら少し狂気が混じったような感じでギター弾いてましたね。最後のアウトロでまたシンガロングしますが、このミンチョのフレーズもミサさんのベースラインもあーちゃんのドラムもめちゃくちゃかっこよくてお気に入りです。曲終わりの吹き鳴らしと大歓声の中、サイちゃんと小畑さんが真ん中のお立ち台に立ってシンガロングを煽ってきます。一瞬わからなかったのですが、なんと7曲目は You です。これまでもメドレーで少し聴けてましたが、まさかのフル尺での You です。ミンチョも上手のお立ち台で手を振り上げながら思いっきり煽ってきますので、私も含めてこの You を待ち望んでいたであろうたくさんのご主人様お嬢様からのシンガロングはさらに大声になります。イントロに入ってフロアは恍惚感いっぱいな感じで全力のチャントになります。この実に日本的なメロディアスなハードロックを作れる才能に改めて感心しながら A メロ B メロのサイちゃんの歌に聴き入ります。それでこれも大好きなサイちゃんのアウガーラクラッションの入りからサビに入って腕を振り上げながらこの大好きな U のサビを楽しみます。それで感想でまた思いっきりシンガロングして2メロになりますが、ここの冒頭のあーちゃんのドラムのリズムが変わるところも本当に好きなところです。さらにサビ前のミンチョのトリプルで下がっていくフレーズからの2サビに入るところも最高です。サビ終わりでブレイクしてシンガロングになるところは私的に大好きな小畑さんがピックを持った右手を高く上げて煽るやつをやってくれてミンチョのギターソロに入ります。お立ち台でソロを弾くミンチョを見てたら今更なのかもしれませんがスイープピッキングしてるというのを初めて知りました。ここのアーチャーのスネアもソロと合わせたような複雑なリズムで叩くので気持ちいいんですよね。それで落ちメロからラッサビに入りますが、最後のコーエオで一旦ためを作るところ、この細かい構成も大好きです。それですぐに最後のシンガロングになりますが、もうサイちゃんも小畑さんも思いっきり煽ってきますので、みんな思いっきり声を出します。そうでした、フル尺の U は声が枯れるんです。でも全力を出し切った感の気持ちよさが味わえる曲でもあります。曲終わりの吹き鳴らしでフロアからはものすごい歓声と拍手が沸き起こりますが、いつもの小さい子のサイちゃーんの叫び声が可愛かったですね。ここでそのサイちゃんが真ん中のお立ち台に立ちます。それで流れてきたイントロはシークレットマイリップスのイントロです。ニューメドレーの開始です。前回は驚きの方が勝ってしまいましたので、今回は構成をバッチリメモりました。まずイントロでサイちゃんの叫びとともにフロアを思いっきりちゃんとで答えます。それで A メロに入ってお立ち台でサイちゃんが歌い始めます。バックのヘビーな演奏もいいんですよね。それで B メロに入ると手拍子ですね。ここのサイちゃんの見えばっか作ろうってところがなんか音的に大好きなところです。それでサビに入って手を上げて前後に揺らしてヘドバンしながらサイちゃんの歌とバックの演奏を味わいます。しかしこの歌詞はコマトワールドを感じます。サビ終わりで感想に入りかける感じで曲終わりになってブルーミングのイントロになります。ミンチョが上手のお立ち台に立ちます。それでイントロからなんかうまくつなげた感じでギターソロになります。ミンチョのソロはもちろんですが、ソロ中のあーちゃんのタム回しも最高に好きなところですし、最後ソロ終わり際のミサさんのベースも痺れます。それでソロ終わりでパラウェイに行くかと思いきやラスサビに行きます。サイちゃんのボーカルはもちろんですが、あーちゃんの2ビートみたいなドラムは大好物です。ラスサビ終わりでミンチョの2回目のギターソロとかぶせてお待ちかめのパラウェイのメロになります。サイちゃんはお立ち台で歌ってくれます。この C メロというか落ちメロを2回目のギターソロにかぶせて最後にまたやるという構成を考えつくのは本当にすごいと思います。構成に関してはミンチョだけでなくメンバー全員のアイデアが入っているということですが、そのあたりも含めて私的トップオブトップの曲です。小畑さんのコーラスも楽しんで最後のめちゃくちゃかっこいいアウトロとあーちゃんのドラムフィルを堪能して曲終わりでした。大歓声が上がる中、あーちゃんのダン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 っていう激しいドラムとともにリンネのイントロですね。イントロは2部構成みたいになっていますので後半はちゃんとになります。イントロで小畑さんが思いっきりヘドバンしながらギター弾いてるのがかっこよかったです。それで A メロに入るのではなくてサビスタートでした。リンネのストレートのヘビーさというか、逆にアルバムカンカラの中では他の曲に比べて浮くくらいにヘビーな曲でバンドメイドの楽曲の幅を感じた曲でもあります。それでサビ終わりでアウトロになってサイちゃんのシャーッとで締めてあーちゃんのドラムソロみたいな締めも終わりました。
前回のレポートでラスサビと言ってしまいましたが、1サビからアウトロという流れかもです。続けては HGK です。ミンチョのギターソロのようなイントロから始まります。イントロはちゃんとで盛り上がって1メロに入ります。この曲も大好きなので、ミンチョのリフはもちろん、ミサさんのベースも、あーちゃんのドラムも、サイちゃんのボーカルも、小畑さんのコーラスも、なんか一味違う感じで、いつ聴いても新鮮な感じがします。それで、これも大好きなサビに入りますが、この小畑さんの歌詞とサイちゃんのボーカルのタッグは完璧だといつも思って聴いています。それでサビ終わりと同時に曲終わりとなって、ブラックホールの最初のサイちゃんの英語での語りみたいなところになります。それでミンチョが狂ったようにギターをかき鳴らす感じでイントロのリフを弾き始めます。当然フロアからはそれに全力のチャントで答えます。あーちゃんの2ビートのドラムも最高です。それでそのままサビに入ってサイちゃんが歌い出して大好きな小畑さんのコーラスも入ってきます。あーちゃんのドラムはイントロから続く2ビートのままでしたね。それでサビ終わりであーちゃんのドラムでの締めがあって、ワーニングの冒頭のメイドワルツのようなメロディーが流れてきます。それでイントロが始まってフロアはちゃんとで盛り上がりますが、この時のサイちゃんのダンスがなんか可愛かったです。イントロ終わりでサイちゃんが真ん中のお立ち台で手拍子を煽りながら You can control me のサビ前のフレーズから始まりました。それでミンチョのギターソロになってフロアはちゃんとで盛り上がってソロ終わりで C メロに入ってコバトさんのシャウトっぽいコーラスからラスサビに入って激しいあーちゃんのドラムとミサさんのベースとコバトさんのコーラスも堪能してアウトロなしで曲終わりでした。ここに私の大好きなファイファイファイの冒頭のコバトさんのシャウトです。シャウトに続けての味わい深いイントロです。このイントロも好きなんですよね。それでサイちゃんのMaybe you're right から始まってシンガロングして Tell me why のところも入ってコール&レスポンスもしてここで曲終わりでした。ここで次のインフルエンサーにつなげる手拍子です。同期音源だと思いますがラップみたいな感じの Everybody Look って感じの歌が繰り返される感じでサイちゃんが真ん中の立ち台で思いっきりの笑顔で手拍子を煽ります。ここはこのメドレーの独自アレンジのところですね。なんかステージとフロアが一体になった感じで手拍子が響きます。それでミンチョが上手のお立ち台、ミサさんが下手のお立ち台に立ちます。そこでサイちゃんの Everybody Look からミサさんのベースソロに入ります。ベースソロが多いバンドメイドの曲たちの中でもこのベースソロは一番かっこいいベースソロの一つだと私的には思っています。サイちゃんと小畑さんの Focus on Bars でまた続けてミサさんのベースソロが続くという構成もなかなか普通では考えられない構成かと思いますが、これがバンドメイドだという感じもします。それでサイちゃんと小畑さんの One More Shock でミンチョのギターソロに入ります。この全員で参加するソロって逆説的な言い方になってしまいますが、これもこれぞバンドメイドという感じがして私的に本当に痺れるところです。それでソロ終わりからのフレーズを続けてあーちゃんのめちゃくちゃかっこいいトリプルのドラムフィルからサイちゃんのサレンダーラブを堪能して続く小畑さんのシャウトも堪能します。ここはコード進行も含めて最高に好きなところです。それで最後のサビのサイちゃんのボーカルと大好きなあーちゃんのフロアタムを楽しんで最後はジャンジャンジャーンっていう感じの原曲にはないかっこいい締めで曲終わりになります。そこにグローリーのイントロが始まってジャンプしながら思いっきりちゃんとします。ミンチョとミサさんはお立ち台で演奏してくれます。それでサビスタートになりますのでジャンプはやめられません。サイちゃんに煽られながらコール&レスポンスを楽しんでサビ終わりでアウトロになってやっぱりジャンプはやめられない状態でジャンプします。この時やってたかどうかわかりませんが小畑さんもあの高い靴でジャンプしながら演奏したりしますよね。あれはすごいと思います。曲終わりで一瞬フロアが静かになったところにサイちゃんが真ん中のお立ち台に立って思いっきりショーゼムの冒頭のスクリームをやってくれます。前回のレポートでダニーのスクリームと言ってしまってましたがサイちゃんでした。すみません、申し訳ありません。目の前でサイちゃんのスクリームを見て聞けて驚きと感激でした。それでおー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 のシンガロングになりますがサイちゃんから歌えやーみたいな叫びが上がってフロアからの声はさらに大きくなりました。それでサビスタートとなってこの時には実は気づかなかったのですが高音のパートを小畑さんが歌って低音パートをサイちゃんが歌っていたとのことでした。サイちゃんとダニーの声質ってこの曲はかもしれませんがめちゃくちゃ似てるのでどっちがどっちとかわからなかったのですが高音部をサイちゃんが歌っていたということみたいですね。それでソロパートに入りますがここもどっちのパートも自分で弾いたり叩いたりする感じになるのでこれはこれで貴重ですがよく考えたら EX シアター六本木で見て聞いたザ・ウォーニングとの共演はもう生では見ることができない貴重な体験だったと再確認しました。それでアウトロになってまたおー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 のシンガロングになりますがサイちゃんはやっぱり雄たけびを上げながら追ってきます。このアウトロの時のミンちゃんのソロみたいなギターフレーズも堪能して最後のミサさんのベースの締めで曲終わりです。
さえちゃんのありがとうと最高の雄たけびから吹き鳴らしになって大歓声が上がってメドレー終了です。フロアから最高とかの歓声が上がります。いやいや本当に最高のメドレーです。ここで2回目の MC となります。さえちゃんの楽しんでるか札幌の雄たけびに大歓声で答えてスタートします。それでさえちゃんが本当に汗だくな顔でマジあちって言ってきてフロアから笑いが起きます。小畑さんも満面の笑みで熱いっぽーって言ってましたね。それでさえちゃんがみんなのおかげだなーっていうかみんなのせいだとか言ってきてまた笑いが起きます。でもさえちゃんはみんながそうやって盛り上げるからテンション上がっちゃって熱くなったんだよみたいにめちゃくちゃ嬉しいことを言ってくれます。それでさえちゃんが顔振ると汗が前に飛ぶみたいなことを言って小畑さんが最前列あたりの人にそっちに飛んでなかったっぽーとかさえちゃんも飛んでるとか聞いた時にその最前列からキラキラしてるみたいな声が上がったようでさえちゃんがめちゃくちゃ嬉しそうにキラキラしてるとか言ってんじゃねえよみたいになってました。っていうかさえちゃんの汗がかかったりしたら大ご褒美なんですけどね。するとミンチョがワクワクした少女みたいな顔でさえちゃんのそばに行って汗がかかりたいのかキラキラを確かめたいのかさえちゃんの周りをうろちょろしてフロアから笑いが起きます。さえちゃんから誰よりも近くにいるじゃんみたいに諭されて諦めてましたがミンチョらしいボケなのか天然なのかとにかく可愛かったですね。それで小畑さんがすごいセットリストでしたっぽねみたいに言ってフロアから最高とかかっこよかったみたいな声が上がります。それでメドレーの話になってさえちゃんが会場に気づきましたって聞いてきます。会場はわからない感じだったのでさえちゃんが説明してくれるのですがショーゼムを小畑さんに歌わせたということでした。なんでもうほんの 1,2 時間前リハーサル中にさえちゃんが小畑上のパート歌って私下歌えるからとか言われたそうです。小畑さんは分かりましたっぽ頑張りますっぽみたいになったらしいです。小畑さんが「ユウ歌っちゃいなよ」みたいな感じだったっぽってジャニーさんの真似みたいなことを言ったので会場は爆笑です。ミンチョがそれですぐできたのすごいよみたいに言ってましたが本当にすごいですよね。でもサイちゃんは調子に乗って次何やらせようかなとか言って小畑さんがビビりますがミンチョも乗ってきてダニーの入りとかみたいな提案をしてきます。サイちゃんもダニーの入りからずっと歌えば私はずっとおー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 ってやってるからみたいなむちゃくちゃなことを言ってきます。小畑さんもそれは逆にどうなのっぽーとか抵抗します。それで今回はこちらには聞こえませんでしたが天の声が入ったみたいでミンチョが天の声が次の球児は熊本だしねって言ってるみたいに教えてくれて会場から歓声が上がります。サイちゃんからダニーの入りのパート小畑出るでしょみたいに言われて小畑さんが抵抗する感じでかなみちゃんもリハでやってたっぽねメンバーで回していければいいっぽみたいな提案をします。あーちゃんはドラムのところでやる気満々な感じになってます。サイちゃんからどうやってやんのみたいに言われてあーちゃんはマイクをここにやってみたいにハイハットの上くらいにマイクを欲しがります。でサイちゃんが私がやるのこんな感じみたいに手を伸ばしてマイクをあーちゃんの方に向けるとあーちゃんが冒頭のダニーのスクリームをやるのですがびっくりしたことにめちゃくちゃ綺麗な声というかスクリームで会場からも大歓声が上がりました。で熊本は小畑さんで福岡はあーちゃんみたいな流れになってミンチョが熊本福岡帰宅される方いらっしゃいますかみたいに会場に聞いてきます。私含めたくさんの手が上がったのでさえちゃんから行っちゃったからやるしかないよみたいになるのですが小畑さんはやるかどうかはわからないっぽみたいに最後まで抵抗してました。ミンチョが他の人には内緒ねとか言ってましたのでこの動画は福岡の後にアップすると思います。それでさえちゃんが後ろで震えてる人がいるってミサさんの方を向いて言ってきます。小畑さんもどこがいいっぽ名古屋 2days やっちゃうっぽとか悪乗りしてきます。で多分小畑さんの頭に名古屋の1日目だけがソールドアウトしてないことがよぎったんだと思いますが名古屋の1日目にしましょうぽーみたいに言ってきますがさえちゃんから気づいたここで決める話じゃないよみたいに言われて会場も笑いに包まれます。メモに手をくるくるって書いてあったのですが何だったか思い出せませんでした。それで小畑さんがそんなことより言わないといけないことがいっぱいあるっぽーっていつものように横道にずれた話題を戻そうとします。それでこのグダグダぶりを心配してか小畑さんが会場に初めてご帰宅されたご主人様お嬢様って聞いてきます。するとかなりたくさんの手が上がってさえちゃんがこんな感じなんですとか小畑さんが曲と MC のギャップが年々開いていくっぽーとか言ってました。あと小畑さんが MC の時間は休憩時間なのでお水飲んだりしてくださいっぽねみたいに言ってましたがミンチョはいつも通りドラムの椅子に座ってあーちゃんとミサさんは下手でくつろいでましたね。でサイちゃんが初めての人が多かったということで初めての球児がこんなのですみませんとか言って笑いが起きてました。
で、小鳩さんが楽しんでくれてるっぽーみたいに言ったので、会場から歓声が上がって、さえちゃんの前の方の一面はどうなのに対する歓声があまり大きくなかったようで、さえちゃんから何遠慮してんのとか言われてしまいます。で、小鳩さんもさえちゃんが足りないとか怒ってるっぽーみたいに言ったら、さえちゃんが私言ったことないんだよみたいに言って、小鳩さんがすぐにごめんなさいっぽー、小鳩が悪かったっぽーって謝ります。どこかのお給仕で言っていたさえちゃんに怒られたら小鳩さんはすぐに謝るというやつをやってくれました。それで謝るときに小鳩さんの肩がさえちゃんに当たったみたいで、さえちゃんが肩強いとか言って笑いが起きてましたね。で、さえちゃんのトゲトゲがついた肩を見て小鳩さんがそっちの方が強いっぽーとか、またお給仕と全然関係ないことを言って横道にずれっぱなしだったので、天の声が入ったらしく、小鳩さんが怒られたっぽーとか言ってまた会場は笑いに包まれます。それでなんとかグッズ紹介のコーナーになります。まずさえちゃんがお給仕は2週間ぶりですかね、思い出していこうみたいに言った時に、小鳩さんが会場に何かありますかぽーって聞いてくるのですが、さえちゃんからまずは私が覚えてる範囲で言ってからみたいに怒られます。怒られた小鳩さんは下手の奥に逃げて隠れる感じになるのですが、さえちゃんに怯えたような顔をしていたので、さえちゃんにうざっとか言われて戻ってきて下手のお立ち台に座ってました。で、気を取り直してさえちゃんが覚えているツアービジュアルの T シャツの紹介になります。ファーストラウンドのとは違ってメンバーのことが連想できるいろいろなものが入っているのと、クソ暑いので黒から白になりましたみたいに紹介してくれて笑いと歓声が起きます。それでさえちゃんがその他もろもろですって言ってきて、覚えてるの1個だけかいって突っ込みそうになりました。で、会場に聞いてくるのですが、会場からご当地って声が上がって、さえちゃんはそれは分かってるんだよとか言いつつご当地 BB シャツの話になります。で、今日の色はと聞いてくるのですが、会場は正解を言ってはいけない空気だったので無理やり違う答えの声が上がります。でも同時くらいに上手前方の方から正解を言ってしまう声も上がったので、さえちゃんが言ったねとか言って小鳩さんも一旦後にしましょうぽーみたいになります。それで会場から青い系って声が上がって、小鳩さんもさえちゃんも青い系みたいになって、会場から美瑛にある青い系みたいに説明されて、どこかわかんないけど聞いたことはあるみたいになってました。それで他にはって感じになって、会場からお名手様のシャコタンブルーって声が上がります。シャコタン半島の綺麗な青い海のことなのですが、さえちゃんが私シャコ好きだよみたいになってシャコの話になってしまいます。北海道にシャコだけ食べに来た話とかしてましたね。それでもう正解を言おうということになって、当然日本ハムファイターズの色ということでした。それで初めての方も結構いるからか、さえちゃんが私は阪神が好きなんです。なぜかというと母の実家が大阪で幼少期大阪に住んでいたこともあって英才教育で阪神ファンになった、オレンジの球団はダメだって育ったみたいな説明をしてくれて、会場から笑いが起きます。この時に後ろであーちゃんとミサさんだったかミンチョだったかが向かい合って腕をお互い持って背中を伸ばす体操みたいなのをしてましたし、なんかラジオ体操みたいなのもしてましたね。相変わらず重要な感じです。それでまだ BB シャツの話を続けるさえちゃんと小鳩さんですが、さえちゃんが次はシャコの色にしましょうかみたいによくわからないことを言い出して、生じゃなくてボイルしたやつの色にしようとか、ボーダーかなとか、また天の声に怒られそうなことを言ってたら、突然さえちゃんがどうぞって小鳩さんに言っておまじないタイムに入らせようとして会場から笑いが起きます。小鳩さんからその振り雑じゃないっぽーみたいに返されるのですが、さえちゃんはやっちゃってくださいとか言いながら満面の笑みで下手にはけていきました。残された小鳩さんは戸惑いながらも小鳩のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。多分時間はかなり押しているはずです。それで周りの人がお手本になるようにみたいに言って小鳩がもえもえと言ったらのくだりに入ります。それで最近必ず入れてくる旦那さんにイラついちゃったなとか、仕事うまくいかなかったなとか、ちょっと後すぎてムカつくみたいな不満を全部萌え萌えキュンキュンの声に乗せて吐き出して、もう一回全部自分の中に戻して現代社会を生きていくっぽーみたいに言ってフロアから笑いが起きます。それで萌え萌えキュンキュンに入ります。会場からはかなり声が出ていたと思いますが、小鳩さんは口が開いてないみたいに歌いながら声出しを促します。で、萌え萌えキュンキュンをやって、シャコシャコとか、青いけとか、シャコタンブルーとかやります。ここはいつもアドリブなんですね。あとは、北海道、でっかい道とか、ちょっと照れながらやって、マイクを外して、バーン、メイを繰り返す感じになります。で、最近必ずやる、バーンでバーンって返して、メイでメイって返すやつをやって、ズキュン、バキュンで止まったので、なぜか会場から、ズキュン、バキュンって返すという珍しい感じになったのですが、
その時に確か上手の方からあーみたいな声が上がって、久保田さんが一人死んだっぽ、あーって声が聞こえたっぽみたいに言って会場が笑いに包まれます。で、バーン、メイからやり直して、ズキューンでズキューンって返して、バキューンでバキューンって返しますが、ここで久保田さんが一瞬沈黙して、絶え間なくってグレイのハウエバーのサビを歌い始めます。なぜか会場もシンガーロングする形になります。で、小本さんがバンドメイドも永遠になりたいポーって叫んで、ズキュンバキュンドキュンワオ萌え萌えキューンでおまじないタイム完結です。小本さんがおまじないタイムは秘密っぽよってポストしてましたが、まあ大丈夫ですよね。MC 明けの18曲目はブライテストスターの拡張イントロですね。小本さんがお立ち台に立ってギターを弾き始めますが、エフェクターボードのボタンを踏み忘れるみたいなトラブルがあったようです。前にもチューニングが間違っていたみたいなこともあったので、ここトラブル起きがちって感じですね。でも小本さんはめちゃくちゃかっこよくギター弾いてますし、あーちゃんもみんちょおみささんも楽しそうに演奏してます。通常のイントロに入ると会場のちゃんとも揃ってさらに盛り上がる感じになります。それで1メロに入って小本さんが歌い始めますが、このブライテストスターの歌詞ってなかなか味わい深いというか、サビの歌詞も全部違いますし、アゲインとアイムゲイムが日本人からすると同じように聞こえるところとか、女性っぽい言葉だけど力強さも感じるみたいな、さすが小本さんと思ってしまいます。それで小本曲には珍しく、ちゃんとしたりサビでジャンプしたりと楽しめる曲でもあります。サビでアーチャーのドラムが裏拍みたいになっているところも大好きなところですね。ミンチョのリフも複雑ですし、ミサさんのベースも動きが激しくて本当に好きな曲です。2メロ冒頭のブレイクも曲にメリハリを演出してますし、リサビ終わりからの C メロは小本さんの多彩な表現のボーカルを聴けます。それでなんといってもミンチョと小本さんのギターソロはなんか可愛いんです。ギターソロ終わりからの落ちサビもお給仕では手拍子で盛り上がりますし、バンドメイドではちょっと珍しい転調するラスリも味わい深いですし、最後はアウトロではなくて B メロみたいな構成になって、あーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムフィルで終わるところもこの曲の好きなところです。曲終わりで歓声が上がる中、続けて19曲目となる Get to the Top に突入します。フロアも慣れてきて、最近はちゃんとで盛り上がるのが定着してきました。それで小本さんが踊りながらギター弾いてる感じなのもかっこよくて好きなところですね。それでサビ的なところもちゃんとで盛り上がります。あーちゃんのスネアのリズムが複雑なところも私的には大好物です。それで後半はミサさんのベースソロ的なところや小本さんの見せ場みたいなところがありますが、ミンチョが小本さんのそばに行ってなんかしていたように思います。それでブレイク後、ミンチョがお立ち台に立ってソロみたいになりますが、ここから盛り上がっていくところのあーちゃんのドラムも大好きです。最後は小本さんも上手のお立ち台で演奏しますので、いつもとは違う光景の3人と奥にあーちゃんが見られる感じで、最後は最高に盛り上がってミンチョのめちゃくちゃかっこいいキックスクラッチで曲終わりです。ここであーちゃんのハイハット4発が鳴らされて20曲目となる Don't You Tell Me のイントロになります。サイちゃんがステージに戻ってくるのを見ていたのですが、なんかあーちゃんの後ろから戻ってきたように思います。Don't You Tell Me のイントロは前半後半みたいになっているので、あーちゃんのハイハットから後半に入ってフロアはちゃんとで答える感じになります。それで A メロに入ってサイちゃんのボーカルを味わって Don't You Pay のシンガロングしてサイちゃんの Hey Joy におー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 のコール&レスポンスで盛り上がります。このコール&レスポンスは歌いやすくていいですよね。それで2メロに入りますが、前回のレポートで冒頭の歌詞が好きと言いましたが、実は冒頭だけでなく、もういいかいまだだよ、もういいかいもういいよ以降のところも大好きなんですね。自分で全部やんって突っ込みたくなります。それで2メロはドン中低のところがなくて、おおおおのコール&レスポンスになります。それでここからがミンチョとミサさんのソロバトルになります。ミンチョは上手お立ち台、ミサさんは下手お立ち台でバトルです。あーちゃんのドラムも含めてめちゃくちゃ味わい深いソロバトルです。ソロバトル後半でミンチョとミサさんが一緒に弾くところでフロアがめちゃくちゃ盛り上がる感じになるところもいいですよね。それでサイちゃんがドーン中低のところを歌い始めて、大好きなあーちゃんのドラムフィルから最後のメロに入りますが、ここの歌詞もいいですよね。この Don't You Tell Me の歌詞は内容というよりメロディーに乗せる日本語の響きが好きです。唇に指当ててみたの時にサイちゃんが唇に指を当てるのもお気に入りです。最後は Don't You Pay をシンガロングしながら曲終わりになって短い時鳴らしが終わって大歓声となります。そこに21曲目となるヘイトのイントロです。全員がステージの前に出てきてサイちゃんが思いっきり煽ってきますので、フロアは当然全力のチャントになります。1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、このヘイトもメロディアスなハードロックって感じがして私的に大好きな曲です。
歌詞はさえちゃんなわけですが、サビ前の二度と顔を見たくないやのやとか、サビの無駄だねのニュアンスって英語翻訳できるんだろうかとか関係ないことを思いながら1メロ1サビを楽しみました。感想でまた煽られながら思いっきりちゃんとして2メロは手拍子で盛り上がります。さえちゃんは下手のお立ち台に移動してましたね。それで2サビに入って手を振り上げながら盛り上がって、2サビ終わりでミサさんが真ん中のお立ち台でベースソロを弾き始めます。フロアから大歓声が上がります。そこにミンチョもお立ち台に乗ってきてギターソロを弾き始めてソロバトルになります。いつもはミンチョはミサさんにちょっかい出す感じなのですが、この日はミサさんがミンチョの顔を覗き込んだりしてちょっかい出す方でしたね。この世界に誇れるギタリストとベーシストのこんなに楽しそうに弾くバトルを見てきてるって、よくよく考えたらめちゃくちゃ贅沢でラッキーなんですよね。ソロバトル後半にサイちゃんがワン、ツー、スリー、ゴーみたいに叫んで通常のミンチョのソロになるところもかっこよかったです。ソロ終わりでミンチョとサイちゃんがお立ち台を交代して C メロになって、ラスサビ前のコードさんのシャウトですが、このシャウトも強烈で大好きです。それでブレイクしてラスサビに入りますが、この全て消してしまってから入るラスサビはバンドメイドらしいというか、単にサビに入らない演出が私的に金銭に触れるところでもあります。最後はみんなでアイヘッチューって歌いながら、あーちゃんのかっこいいドラムの締めで曲終わりとなって吹き鳴らしで大歓声となります。ここであーちゃんにスポットライトが当たってめちゃくちゃ笑顔でドラムを叩き始めます。3ピースセッションです。フロアから大歓声が上がって、さらにあーちゃんのドラムが激しくなっていきます。そこに下手お立ち台に立つミサさんにもスポットライトが当たってベースが加わります。フロアからは手拍子が響き渡ります。そこにさらに上手お立ち台に立つ小本さんにもスポットライトが当たってギターを弾き始めますが、やっぱりミンチョは小本さんを見守る感じになってました。この3ピースセッションもいいんですよね。やっぱり小本さんが入っているというのが感慨深いですし、3人で作ったということでミンチョから見たら弟子の晴れ舞台みたいな感じなんでしょうか。でも最後はミンチョが真ん中のお立ち台で体を反らしながらギターをジャーンって鳴らして全てを持っていってしまいます。まあ師匠ですから仕方ないですね。フロアからは大歓声が上がります。それでそのままミンチョはお立ち台で22曲目となるシャンブルズのイントロを弾き始めます。イントロの時は小本さんもミサさんもお立ち台なので、フロアからのちゃんとも力が入ります。それで1メロに入って一旦定位置に戻る感じになって、サイちゃんのボーカルと小本さんの掛け合いみたいなコーラスを堪能します。この曲も小本さんの日本語も英語もですが、歌詞をメロディーに寄せる技がすごいと思いますし、サイちゃんの歌い方というか声質にもバッチリ合っていて、本当に聴いていて気持ちよくなります。サビ終わりの Do It で思いっきり指をくつき上げて、間奏に入って思いっきりちゃんとします。それで2メロに入ります。冒頭のブレイクがあったり、アーチャーのドラムフィルがあったり、サビへの入り方が違ったりと考えられた構成があって2サビに入ります。2サビ終わりでサイちゃんのフラットしてきながらのロングトーンにかぶせて、あーちゃんのドンドンドンのドラムにつながるところも味わい深くて好きなところです。それで上手のお立ち台に立つミンチョのギターソロになって、フロアからはちゃんとが沸き起こります。ソロ終わりで落ちメロになって、途中からフロアは手拍子になって演奏もボーカルも激しくなっていって、小本さんのコーラスが入ってサイちゃんの Like a Fierce Tiger を堪能してラスサビに入ります。それでラスサビで思いっきり手を振り上げて盛り上がって、今回も最後のサイちゃんの歯はバッチリ見てきてました。プロテクトユーもですが、誰にも指示されてないのにみんな自然に声を出さないようにするってなかなかすごいですよね。次は23曲目となるチューズミーの拡張イントロです。メイドラセッションもですが、プライムにしか音源がないのに流せませんが、この拡張イントロは本当にいいですよね。ミンチョのソロを3回聴けるような感じになります。イントロがあるのでフロアは待ち構える感じでサイちゃんが歌い始めると同時に手拍子で盛り上がれます。サイちゃんのボーカルから通常のイントロになってフロアは全力のチャントになります。私的にはこのチューズミーはお給仕で数えきれないほど見て聴いてきたわけですが、全く飽きないどころか見て聴くたびに最高を更新していく感じになります。B メロの205度のチャントとかも楽しいですし、あーちゃんのタムワーシュも何回聴いてもしびれます。それでサビは思いっきり手を振り上げながらサイちゃんの歌に聴いて盛り上がって感想なしで2メロに入ります。ここでミンチョがなんかニコニコしながらじわじわと真ん中に出てきて、ミサさんと入れ替わって上手と下手のお立ち台で演奏するのもお給仕でのチューズミーの好きなところです。チューズミーはメイドさんたちのフロアも慣れているので安心してっていう変な感じですが、本当に無心で楽しめる感じがします。それで2サビも無心で盛り上がって堪能してミンチョのギターソロです。ミンチョは真ん中の立ち台でソロを弾いてくれるのですが、後ろでサイちゃんと小畑さんがあーちゃんのところに行って楽しそうにしているのを見るのもお給仕での楽しみです。最近公式画像にこの時の様子が上がってますが、本当に楽しそうなんですよね。
今回はサイちゃんと小鳩さんがあーちゃんの前を完全に塞ぐ形に一瞬なってたので、多分その時にあーちゃんが変顔していたんだと思います。それでソロ終わりで C メロになって、フロアは手拍子で盛り上がってラスサビに入ります。サビ終わりで最後のミンチョのソロと D メロみたいな展開になりますが、思いっきりちゃんとしておいおい言ってると、あーちゃんもおいおいと口動かしていて、一瞬目が合った気がしただけです。それで曲終わりになって、かき鳴らしの中、サイちゃんのありがとうももらえて大歓声になります。ここで最後の MC になります。サイちゃんの楽しんでるか札幌で始まりました。当然楽しんでるので大歓声で答えます。それで続けてサイちゃんが疲れてないってめちゃくちゃ可愛く聞いてきて、フロアから大丈夫って歓声が上がります。で、サイちゃんがみんな体力ついてきたんじゃないみたいに言ってくるのですが、本当にそうで、私も LINE キューブ渋谷の時に比べて余裕でこの激しいストーリーについていけているような気がします。それで桃源暗記の話になって、昨日第3話だったということで、サイちゃんが見てる人って聞いてきたので、私も含めてほとんどの人の手が上がったと思います。で、小鳩さんが見てない人もこれから見る楽しみがあるっぽねみたいに言ったのですが、サイちゃんが最近よくある聞き違いで、あるっぽって言ったのか、大砲って聞こえたみたいに言ってました。で、サイちゃんは今日は小鳩が何て言ったでしょうみたいなのやろうかとか、またよくわからないことを言ってましたね。それでさらにお給仕に関係ないこと言ったら、いつもだから意味ないかみたいにさらによくわからないことも言ってました。で、小鳩さんが峠暗記見てるということは What is Justice を聞いていただいているということっぽねって意味あることを聞いてきて、会場から大歓声で答えます。それでサイちゃんが聞きたいのかなみたいに言ってくるので、当然フロアから歓声が上がるのですが、サイちゃん的には物足りなかったようで、そんなに聞きたくないのかなとか、今日はいいみたいな感じとか言ってくるので、笑いと聞きたいの叫びが上がります。で、サイちゃんの改めてのいけんのかーに大歓声で答えて、さらにサイちゃんのあれ聞きたいかーの叫びにさらに大歓声で答えて、24曲目となる What is Justice をやってくれます。今回はこちらも予習バッチリで歌詞まで頭に入ってますので、前回の驚きモードから全力楽しむモードになって、ミンチョの痺れるリフで始まるイントロを大歓声を上げながら味わいます。1メロに入ってあーちゃんのタムフレーズとミサさんのベースラインを堪能します。 B メロに入ってミンチョの激しいリフも堪能しますが、ここの小鳩さんのメイズっていうのもかっこよくて好きですね。それでサビへのブリッジのところのめちゃくちゃかっこいいミンチョのリフからサイちゃんの高音マックスのサビです。この曲も小鳩さんのメロディーに乗せた時の響きが計算され尽くしているような歌詞が最高ですし、それをこんなにかっこよく歌えるサイちゃんもすごいです。インタビューで見ましたが、わからなくてがサビ最後ではわからないようになっているという繊細さもすごいです。それでサビ終わりのサイちゃんのドンチューからまた超絶かっこいい感想になりますが、フロアからはちゃんとになってましたね。それで2メロに入りますが、ワンメあるあるで1メロとは少し変えてくるんですよね。こんなところも大好きなところです。ミンチョのリフもタッピング入れたりして変化しますし、小鳩さんの掛け声みたいなのはゴッドになってますね。で、たくさんの人が X でポストしてましたが、2サビに入る時の白黒割り切れがめちゃくちゃいいですよね。本当にサビへの入り方をかっこよくする才能がすごいです。でもアニメソングなので多分あえてだと思いますが、サビの歌詞は一緒にするという考え抜かれた歌詞だと思います。サビ終わりで落ちメロになりますが、ここのサイちゃんのフェイクっぽい歌い方もかっこいいですし、ミサさんのベースも味わい深いです。ここはフロアは手拍子になってましたね。それでサイちゃんのロングトーンにかぶせるようにミンチョのギターソロになりますが、このソロへの入り方も晩目らしくて好きなところです。それでこれまたかっこいいミンチョのギターソロになりますが、ここのアーチャーのドラムはシンプルでソロを聴かせるパターンのやつですね。ソロ終わりでラスサビになりますが、サビ最後は変化してサイちゃんのシャウトになります。小鳩さんのシャウトも大好きですが、サイちゃんのシャウトもまた違う味があって最高です。最後フラッとしていくところとバックのアーチャーのドラムフィルがものすごいです。初見の時ドラムソロと思ったやつです。それでミンチョとミサさんの下がっていく、これまためちゃくちゃかっこいいギターフレーズからアウトロです。アウトロはやっぱりこのミンチョのかっこいいリフで、会場はちゃんとで盛り上がって曲終わりで大歓声となります。曲終わりで MC の続きになりますが、サイちゃんのどうだったにフロアから最高の叫びが飛び交います。小鳩さんも大変だったっぽねとか言ってましたが、サイちゃんもゼーハーゼーハーだみたいに言ってましたね。本当にしんどいと思います。それで小鳩さんが最高にハイなサイちゃんを見れるのが What is Justice とかうまいこと言って、サイちゃんもいろいろな意味でハイだねって言ってました。音程もハイだし、気分もハイになるし、必要なエネルギーもハイということでしょうか。
それでさえちゃんが続けて、久しぶりにこういうの来たから気合が入るわみたいに言ってフロアから歓声が上がります。で、作った方はミンチョだということになって、さえちゃんがリフもすごいよねみたいに言ったら、ミンチョがみんなさ結構大変だよねって言ってフロアから笑いが起きます。本当にみんな大変な感じです。で、確かさえちゃんがこの人が作ったんだよみたいに言ってまた笑いが起こります。それで EP の話になって、あと1曲で1ヶ月くらいで終わりそうということでした。あーちゃんは1抜けで、ミサさんがもう少しということで、さえちゃんは今年中に出すみたいに言ってましたね。小畑さんもすごいんだからとか期待させてくれることを言ってました。それを受けてさえちゃんが、今週撮ったやつもなかなかで皆さんの脳内にも突き刺さるんじゃないかと思いますみたいに意味深なことを言ってました。最後にさえちゃんが、皆さんに喜んでいただけるように日々努めておりますって言って歓声が起きてましたが、本当にそんな感じで喜ばせてくれようとしてると感じます。で、さえちゃんがラストスパート行こうと思いますがみたいに言って歓声が上がるのですが、ミサさんの開封の儀と乾杯の温度を忘れていたみたいで、慌ててミサさんに謝る感じでミサさんのコーナーになります。小畑さんがコーナーの説明をしてくれている間に、さえちゃんがミサさんを真ん中のお立ち台に立たせて準備をします。で、ミサさんが今日はあまり自信がなくてとか言い出して、初めての人のためにこれまでの口真似対決でミサさんが惨敗したこととかのいきさつを説明してくれます。さえちゃんが最後の勝負で勝ったので、みたいに笑ってミサさんは終わってましたね。それでミサさんが、いつもエフェクトかかってましたかみたいに聞いてきたので、会場からかかってたよって答えが返って、さえちゃんから PA のせいにしてるみたいにいじられます。で、さえちゃんが続けて、ミサちゃんはベースが超うまいからマイクパフォーマンスが下手なんだよねみたいに褒めてるのかけなしてるのかわからないようなことを言ってる時に、ミサさんが自分でマイク持つとか言って結局口真似をやることになります。それでまずは本当の開封音ということでビールのプロトップをミサさんが開けますが、やっぱりこれはミサさんうまくてめちゃくちゃいい音がフロアに響き渡ります。いい音すぎて真似するのが難しいみたいになってましたが、さえちゃんの3、2、1にフロアも一緒にカウントダウンして、ミサさんがスカッキャーみたいな口真似をしたのですが、明らかにこれまでで一番うまかったですね。さえちゃんも小畑さんも今までで一番良かったみたいになって、さえちゃんが今までは小畑がマイク持ってたからということは小畑が悪いんだみたいに小畑さんいじりになってました。で、乾杯することになって、なぜか乾杯の温度という感じでミサさんがいつもありがとうございますって言って乾杯ってなりました。これぞミサさんですね。で、口真似がうまくいったのでミサさんはご機嫌な感じでマイク買っちゃおうかなとかめちゃくちゃ面白いことを言ってきたので、会場は爆笑になりました。小畑さんもどこに本気出してるっぽーみたいに突っ込んでましたね。さえちゃんもミサちゃん可愛いでしょって言ってましたが、本当に可愛いですよね。それでいよいよラストスパートに入ろうということで、さえちゃんのラストスパートいけんのか札幌の叫びで大歓声となってラストスパートに突入します。ラストスパートの最初を飾る25曲目はスクリーニングでした。イントロでミンチョもミサさんもさえちゃんも小畑さんもお立ち台です。さえちゃんがめちゃくちゃ煽ってきますので、ミンチョのリフに合わせてフロアは思いっきりちゃんとで答えます。ミンチョのイントロのリフが私的には本当に大好きですね。それでスクリーニングは A メロ B メロでサビ前のブリッジみたいなのがあってサビに入るという若干変わった構成ですが、この流れがめちゃくちゃスムーズというか一体化しているように感じます。それでサビに入って思いっきり手を振り上げて盛り上がります。それで感想でまた大好きなミンチョのリフがあって思いっきりちゃんとして盛り上がります。それで2メロに入りますが、2メロの A メロは短くなって B メロで手拍子になります。で、確かこの時だったミンチョがあーちゃんの後ろに行って、あーちゃんが顔を上に向けてミンチョが追いかぶさるような感じで楽しんでましたね。いやいや、あーちゃんよくそんなことしながらドラム叩けるなと思いました。ミンチョもですが。それで2サビに入ってまた腕を振り上げながら盛り上げます。それで C メロになって高速の手拍子です。この曲はちゃんとも手拍子も高速です。C メロ終わりでミンチョが真ん中の立ち台に立ってギターソロです。ミンチョにしては結構長めのソロから B メロになって、初見の人には難しいタイミングのジャンプになって、ブレイクからのあーちゃんのドラムフィルを堪能してラスサビに入ります。ラスサビでアウトロになるのではなく、サビを変形させて小畑さんの掛け合いみたいなコーラスに入れて、最後は思わぬ展開のメロディーになって曲終わりとなる構成もバンドメイド独特な感じがして大好きですね。続く26曲目はノーコードでした。ここからは最後の体力勝負です。イントロでみんな前に出てきてお立ち台から思いっきり煽るので、当然全力でジャンプしながらちゃんとします。
1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、ルールルーのところはさえちゃんも小畑さんもニコニコしながら待ち構える感じで、フロアからのルールルーを聞きながら指を回してくれてました。 B メロはミサさんのエグいベースラインを楽しんで 1,2,3,4 How We Long で手を挙げてサビ突入です。 MC で取り戻した体力も使って思いっきりジャンプしながら、これまた思いっきりおー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 のコール&レスポンスです。ノーゴッドはもうこの辺りから軽くトランス状態になってきます。サビが終わっても感想になってサイちゃんがお立ち台から煽ってきますので、続けてジャンプしながらちゃんとです。感想終わりのあーちゃんのかっこいいドラムフィルから2メロに入ります。サイちゃんが下手に移動してミンチョとミサさんがあーちゃんのところに行って楽しそうにギターを弾く感じになって、小畑さんもルールルーが終わったら加わる感じになってました。 B メロでリズムが変わるところのあーちゃんのドラムも気持ちいい感じで好きなところです。それで2サビに入ってまた思いっきりジャンプしてコール&レスポンスですね。2サビ終わりでミンチョのソロからミサさんのベースソロになります。大歓声と手拍子で盛り上がります。ソロ終わりで落ちメロになりますが、今回のツアーで曲中休めるのはボイドンテールの最初とノーゴッドのここだけですね。ノーゴッドに休憩ポイントがあるというのがなかなか味わい深いです。でもそれは一瞬で、ミサさんのすごいドライブのベースからあーちゃんのトリプルのドラムフィルでラスサビに入ります。サビ冒頭はジャンプこそしませんが思いっきりヘドバンします。それで後半は普通通りジャンプしながらのコール&レスポンスになって、サイちゃんの We have got to win からのアウトロでそのままジャンプしながらちゃんとです。サイちゃんがめちゃくちゃ煽ってくるんで思いっきりジャンプしながらおいおい叫んでたら、曲終わりでサイちゃんが最高って言いながら私のいる方向にサムズアップしてくれました。まあ正面に向かってやってくれただけだとは思いますが、なんか嬉しかったです。27曲目は玉屋です。さえちゃんと小畑さんの綺麗なコーラスでスタートします。最後半での2曲連続でのジャンプ曲です。このさえちゃんと小畑さんの歌に聴き入れながら爆発を待つ感じも大好きです。それでイントロになってノーゴッドと同じくジャンプしながらちゃんとです。やっぱりさえちゃんは煽ってきますのでジャンプもちゃんとも力が入ります。それで A メロに入って踊りながら手をところどころ上げたりしながら玉屋を楽しみます。本当に踊りながら楽しめる曲です。それでサビ前にブレイクするところもジャンプ前にしゃがむ感じでいいんですよね。それでサビになって思いっきりジャンプです。全然ジャンプできるので確かに体力ついてきてるのではと思いましたね。サビ終わりで感想になって、これもノーゴッドと同じくそのままジャンプしながらちゃんとになります。2メロに入ってブレイクを入れながらの複雑なアーチャーのドラムフレーズを堪能しながら一瞬足を休めてサビでまたジャンプです。サビ終わりで C メロになって C メロ終わりでソロバトルです。まずはミサさんとミンチョのソロバトルが始まって、後半はあーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムソロから小本さんのリズムギターソロになりますが、私的にはソロバトルでこれが一番好きかもしれません。ソロバトル終わりでラスサビに入ってジャンプですが、さすがに息が切れてきましたが楽しさの方が強いです。ラスサビ終わりからアウトロになってそのままジャンプしながらちゃんとで思いっきり声を出して曲終わりで歓声を上げます。さすがに息切れしてズエハってなってました。曲終わりの吹き鳴らしの中、サイちゃんのありがとう札幌、次がラストかかってこいやーとかの雄たけびが上がります。このツアーのラスト28曲目はレディートゥーロックです。上手のお立ち台で最後の力を振り絞る感じでミンチョがあのリフを弾き始めて大歓声が上がります。そこにあーちゃんのブラストビートが加わってフロアはさらに騒然とします。私も両手で楽しむモードに切り替えます。上手からミンチョ、サイちゃん、小畑さん、ミサさんがステージの前にいる感じでフロアも最高に盛り上がります。でもここはこの激しい演奏に一瞬聞き入る感じになるので玉へで息切れした肺を少し回復できます。でもイントロが終わってサイちゃんがお立ち台で歌い始めてからはもう両手を上げながら全力楽しむモードに入って踊りながら歌も演奏も堪能します。それで A メロになりますが、途中のあーちゃんの気持ちいいドラムフィルをあーちゃんを見ながら楽しんで回復させた声で思いっきりおーおーのシンガロングして、サビ前の小畑さんの好きじゃないならほら限れないからのサイちゃんのたまらないシャウトでサビに入ります。今回もあの MV のダンス風に盛り上がって踊りまくりながらサビを楽しんでおーのシンガロングもしてサイちゃんのシャウトも堪能します。続くギターソロみたいな感想では思いっきりちゃんとですね。ここはミサさんのベースも小畑さんのギターも入るので実はイントロよりも重厚な感じです。それで2メロに入ります。ここのジャン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 ってミンチョのリフと3連で下がっていくギターフレーズも大好物なところです。それでサビ前のブリッジに入って小畑さんのシャウトを両手で思いっきり指さして盛り上がってサイちゃんのシャウトから2サビに入ります。また思いっきりダンスしてたらサイちゃんも真ん中のお立ち台で目のところに指で輪っかを作るやつをやってくれてるのを見れました。2サビ終わりで小畑さんのミニソロからミンチョのギターソロになります。フロアは思いっきりちゃんとしながら盛り上がります。
ソロ終わりからの落ちメロで手拍子して、またサイちゃんのシャウトを楽しんでラスサビに入ります。やっぱりあーちゃんのバスドラどこどこのブレイクは私的にこの曲での聴きどころです。もう最後の体力と声を出し切る感じで踊ってシンガロングして、最後のところはヘドバンしながら最後のサイちゃんの湧き上がる欲望を聞いて曲終わりです。大歓声とお給仕終わりの吹き鳴らしの中、サイちゃんのありがとう札幌、また会おうな、お前ら最高だ、バンドメイドでしたの叫びが上がって、フロアからはものすごい歓声と拍手が沸き起こります。吹き鳴らしが終わって、小畑さんのいってらっしゃいませご主人様お嬢様、バンドメイドでしたっぽー、バイバイクルッポーでバンドメイドツアー2025セカンドラウンド2日目、札幌ファクトリーホールのお給仕は幕を閉じました。いつものピック投げが始まって、さすがに10列目はピック届かないだろうと見ていたら、小畑さんの投げたピックがまっすぐ飛んできます。なんと私の手に当たって下に落ちました。すぐに下を探したら手にピックの感触が、なんと10列目なのに小畑さんのピックゲットできました。めちゃくちゃ嬉しいです。私的には2年前の岡山以来2度目の小畑さんのピックゲットです。小畑さん遠くまで投げてくれて感謝です。まさかでした。いや札幌ファクトリーホールまた最高でした。瀬戸りとしては豊洲フィットから1曲だけ変えてきた感じですが、その変えてきた U のインパクトが強烈で、私もそうなのですが、待ち望んでいたご主人様お嬢様も多いのではないでしょうか。しかも空模様からもわかりますが、サイちゃんの調子がいつにも増してめちゃくちゃ良かったように思います。しかし前回の豊洲フィットの時は驚きが大きかったわけですが、改めて見て聞けたこの瀬戸りは本当に熱いです。もう語彙力がなくなってしまいますが熱いんです。このアレンジセッションもりもりの瀬戸りを浴びれるお給仕は最高の最高です。セカンドラウンドはこの激しくも素晴らしい瀬戸りが続きそうですので、ますます体力作りしておきたいと思います。あともう一つ嬉しいことがありまして、お給仕後の打ち上げで、なんとYouTube チャンネル、学チャンネルの学さんが来られてまして、お互い YouTube をやっているということもあって、すごくいろいろと話しさせていただけました。ひょっとしてこの時の様子も YouTube で取り上げられるかもしれませんので、もしそうなったらぜひ見てみたいです。レディートロックのギターを弾かれている動画もめちゃくちゃ面白いので、もしまだ見られていない方がおられれば、概要欄に学チャンネルの URL を貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。恒例のサイちゃんのポストはなぜか翌日に投稿されましたが、おはよう、昨日の夜は楽しかったですね、札幌、皆様ありがとうございました、楽しんでくれたかな、また打ち上げで打ち上がってて出遅れました、カニに夢中だったの、ハッシュタグバンドメイドで感想よろしくねでしたね。当日夜にサイちゃんのポストを探してもなくて、絶対また打ち上げだと思っていましたが、カニじゃ翌日10時になっても仕方ないですね。いや本当に楽しませてくれましたし最高でした。お給仕後のポストを見ると、今回初帰宅という方のポストが多くて、またファン層が広がっているようで嬉しい限りです。ここで最後になりますが、さらにものすごく嬉しいことがありましたので報告させていただきます。お給仕翌日10時前にホテルをチェックアウトして、飛行機の時間はだいぶ先なのですが、新千歳空港でブラブラするのが好きなので、そのまま新千歳空港に向かいました。それでお土産を買おうと歩いていると、前からサイちゃんにめちゃくちゃ似てる人が歩いてきまして、でなんとサイちゃんです。驚いて立ち止まると、隣に小畑さんまでいて、あらーとか言ってくれるじゃないですか。もう体が固まってしまって何も喋れず、お給仕最高でしたとか言えばいいものを、なぜか無言でお辞儀するような感じになって、サイちゃんと小畑さんに笑われてしまいました。プライベートの邪魔をするのは良くないと思ってすぐにその場を離れましたが、前回の札幌の時もあーちゃんに会えましたし、新千歳空港は私にとって最高なラッキー空港です。今回の札幌遠征はお給仕が最高だったこともあるのですが、他にも嬉しいことが起こりすぎです。こんなこともあるんですね。お給仕に帰宅するのを当分やめられないと改めて確信してしまいました。ということで興奮冷めやらない状態ですが、私の次回帰宅は1週間後の熊本福岡の九州ラウンドです。北海道から九州と激しい移動距離になりますが、私的には熊本でのお給仕は初となりますし、小畑さんの生まれ故郷ということもあってものすごく楽しみです。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。